皆さんこんにちは、あやこんです。今回は5月13日、14日に NHK ホールで行われたオニュのペンミタフラブの参戦レポをお届けします。去年10月の武道館ライブ以来、なんと7ヶ月ぶりの生オニュ。ペンミが発表されてからずっと楽しみに待っていたので、もうテンションがおかしかったです。今回のペンミ、もうとにかく大爆笑の連続で、レポしたいことが多すぎて、もうどこから話せばいいか迷うくらいなんですが、順番にお伝えしていきますね。では、早速スタートです。入場前から波乱。まず入場前からちょっとしたハプニングがあって、この日はずっと夏みたいにいいお天気だったんですが、開演20分前くらいに突然の雨、突風、さらには雷まで傘を差していたんですけど、もうおちょこになるぐらいの強風で入場前からもうボロボロになりました。あれこれベルーナドームの予行練習って思うような天気の急変でした。でもなんとか無事に入場できて、入場するとオニュの写真入りのチケットのプレゼントがあったんです。しかも日付もちゃんと入っていて記念になるし、めちゃくちゃ嬉しかったです。よく見たら座席番号がなんと89年12月14日、つまりオニュの誕生日になっていて、もうそういう細かいところがたまらないですよね。ちなみに私が NHK ホールでオニュを見るのは、シャイニーが NHK の番組に出演した DDD の頃以来、なんと11年ぶりでした。当時のこともうっすら思い出しながら座席に着きました。衣装が最高すぎた話、衣装についてもお伝えしないわけにはいかなくて、1日目は全身白の衣装で、まるで結婚式の新郎さんみたいでめちゃくちゃかっこよかったです。長い白いジャケットに同じ素材のベストとパンツ、レザーのアクセントが効いた3ピーススタイルで、華やかなのに派手すぎず、知的で落ち着いた雰囲気がとにかく最高でした。2日目は一転して赤いレザージャケットに黒のテロテロシャツ。後半ジャケットを脱いだんですが、そこで見えた素晴らしい胸筋が本当に美しかったです。髪をオールバックにしていて、レザージャケットとの組み合わせが最高すぎました。ワイルドなのに品があって大人の余裕を感じました。今回のペンミ全体を通しての衣装テーマはレザーだったそうで、確かに毎回レザーアイテムが入っていたような気がします。大人のクールなレザーアイテムをあんなにかっこよく着こなせるのはさすがオニュだなと思います。ペンミのコンセプト、心理カウンセラーオニュ登場。今回のペンミのコンセプトがまた面白くて、オニュが心理カウンセラーとなり、様々なお悩みを解決していくというものだったんです。ペンミの始まりには雰囲気作りとしてベルをチリンと鳴らしたり、ルームスプレーをシュッシュッと巻いて音と香りで私たちをリラックスさせようとしてくれました。そして心理カウンセラーらしさを出すためにメガネをかけるシーンがあったんですが、1日目はオニュったらみんながメガネをかけた姿を楽しみにしてるって分かってて、わざとすぐにはかけずにとぼけたりして、もう完全に遊ばれてましたね、私たち。でもそういうずるいところ嫌いじゃありません。MC には韓流ファミの女王と呼ばれるフリーアナウンサーのユミさんが来てくださって、このユミさんがとにかく最高でした。私たちジンクの気持ちを代弁してくれるようなコメントをしてくれたり、オニュがボケてるところに鋭く突っ込んでくれたり、ユミさんのおかげで本当にめちゃくちゃ笑いました。お悩み相談コーナーが面白すぎた。さて、お悩みに答えるコーナーなんですが、これが本当に最高で、まず、猫2匹におやつをあげすぎて太ってしまった。愛する猫や人のために心を鬼にできますかという相談。オニュの回答は、僕は猫側の気持ちで、お菓子をくれたらいつでもありがとうございますって言って食べちゃうって言ってました。でも最後には1匹分のおやつを2匹で分ければ食べる量が半分になっていいのではというちゃんとした提案も。さらに処方箋として1本のチュールを2匹の猫が分ける絵を描いてくれたんですが、オニュがチュールを知っていたことに驚いて、上の部分をピッとカットしてこうやってあげるやつですって形状までよく知っていて、韓国にもチュールがあるんだなってなんだかすごく嬉しくなりました。嫉妬してしまうというお悩みには、僕は嫉妬はしない。相手の気持ちはコントロールできないから、それよりも自分を磨くことを頑張った方がいいという考えになったという大人な回答で、なんだかじんとしました。
2日目のお悩みでは、ジングのお友達が欲しいけど勇気がなくて話しかけられないという相談に、オニュが考えた方法を教えてくれたんですが、まずジンニャンを腰あたりにぶら下げて手で震えさせてさりげなくアピール。顔はおすまし顔にするのが重要なポイントだそうで、それを見た他のジングちゃんに声をかけてもらうという作戦。正直これをやる方が逆に勇気がいると思うんですが、でも試してみようかなと思いました。もう一つ、飛行機で隣になった男性と仲良くなった。一緒に推しのライブに行くべきですかという相談には、日本でのパスポート所持率は 20% くらいらしいので、そんな少ない確率で出会ったのならぜひ行くべきという回答でした。後から調べてみたら、日本人のパスポート所持率は本当に 18% で、オニュの言ってることは本当でした。そんな情報まで知ってるオニュすごい。どのお悩みにもふざけながらも真剣に答えてくれる姿がとても温かくて素敵でした。ミニゲームコーナーも最高。ゲームコーナーも1日目と2日目で内容が違って、どちらも最高でした。1日目のショート動画チャレンジでは、先日のぎっくり腰が 90% 以上回復していったものの、大事をとって座ったままでも踊れる曲をセレクト。ケンティの最初はキュン、ミルクの爆裂、NTC ウィッシュの Ode to Love の3曲。最初はキュンや NCT ウィッシュでは手でハートを作ったり唇を指でツンツンする仕草がめちゃくちゃキュートで、爆裂では無表情でちょっとだけ横揺れしながら踊ってくれて、それがまたかっこよかったです。しかもダンスを覚えるためにオニュが少しだけ背中を向けた瞬間、そのたくましい背中が素敵だったし、一瞬だけ肩越しに指ハートをしてくれて不意打ちを食らいました。1日目の絵日記コーナーでは5つのお題の絵を描いてくれたのですが、これがもう抽象画のような大胆なタッチで、でも一生懸命描いている姿とカメラが至近距離から捉えたオニュの真剣な横顔にキュンとしました。2日目はウサギのバルーンをかぶって耳に向かって輪投げをするゲームがあって、ゲーム終了後も輪投げの輪っかで電車のつり革のモノボケをしだしたりしてオニュ絶好調でした。2日目の絵当てクイズでは、オニュが描いた絵のキーワードをジングたちが当てるというもので、猫かと思ったらウサギ、ワニかと思ったら犬だったり、本当に大爆笑でした。でもユミさんに、先生、絵の自信のほどはと聞かれると、即座にありますと自信満々なのがまた面白くて、めちゃくちゃ笑いました。ジングからオニュへ逆お悩み相談も。今度はオニュのお悩みにジングたちが答えるコーナーもあって、食べても太らないものはありますかというお悩みに対して、1日目にオニュが気に入った回答が、日本にはゼロカロリー理論というものがあります。新幹線は時速 200km で走るので、カロリーが置いていかれるからゼロカロリー。このゼロカロリー理論大好きです。でもこの回答の他にジングちゃんたちが共感した回答があって、気にせずもりもり食べるオニュの姿を見せてくださいというもの。痩せてスタイリッシュな姿もかっこよくて惚れ惚れするけど、やっぱりちゃんと食べていつまでも健康に活動してくれるのが一番ですよね。本当に共感しました。セットリスト生歌が最高でした。今回歌ってくれた曲はグラデーション、ドットドットドット、ビューティフルスノードロップ、XOY、タフラブ、オニュハゲヘオ、Life Goes On。曲のリクエストでは1日目にジョジョとサイン、2日目にはキラキラとオニュが3階席に耳を傾けてくれて、3階席のジングちゃんからのリクエスト、1000年ずっとそばにいてを歌ってくれました。遠くの席のジングちゃんたちのことも考えてくれるオニュの優しさに心が温かくなりました。こういうイベントの時、いつも思うのですが、私本当に勇気がなくて、リクエストとか質問とか本当に発言できないんですよね。今回も準備をしていたけど、やっぱり声を出せなくて、次回の課題にしたいと思います。さて、気を取り直して曲の感想も少しだけ言わせてください。グラデーションではゆったり踊りながら歌う姿がかっこよくて、 NHK ホールの音響の良さも相まってすぐに引き込まれました。ビューティフルスノードロップではあんなに早口の日本語の曲でラップまであるのにクールに決めてくれて、初めて生で見た XOY のダンスはパワフルでダイナミックで本当にかっこよかったです。アンコールのオニハゲヘヨにはオニュが歌詞に込めた思いが伝わってきました。最後のライフゴーゾーンは会場に一体感があって、最後にじゃあまたね
と去るお乳の姿が可愛くて、寂しいけどまたねという言葉が温かく感じました。一本締め。そうです。忘れちゃいけない一本締めの話。一本締めって最初は思ったんですが、サイン会やライブでいろんな国に行って、それぞれの国の文化に興味を持ったって。それで一本締めをやってみたかったと言ってくれて、こうやって興味を持って私たち世界中の神具たちに近づいてくれる感じがすごく嬉しかったです。オニュがマイクなしでよーって言ってくれて、その声が会場の後ろまでしっかり届いていて、神具ちゃんたちの揃いまくった一拍手。突然でもすんなりできるのはやはり日本人の魂でしょうか。この一本締めめちゃくちゃ爽快で、うまくいったこともいかなかったことも全部よしみたいな気持ちになって、なんというかオニュも私たち神具も会場にいる全員が一つになれた感じがして、本当に気持ちよく締めくくれたんですよね。ライブの余韻とか感動とか、その全部をギュッとまとめてくれるような最高の終わり方でした。ぜひ恒例にしてほしいと思います。購入グッズ紹介。最後に購入したグッズについてもご紹介します。事前購入だけにするつもりだったのですが、実物を見たら可愛すぎてついつい追加購入してしまいました。購入したのはまずミニポーチ。ナイロン系かと思いきやコットン素材で、神具の刺繍も入っていてめちゃくちゃ可愛いです。ペンライトケースにつけても絶対可愛いと思うのですが、さりげない神具のデザインなので普段使いもしやすくて、私はいつも使用している無印のショルダーバッグにこのミニポーチをつけてみました。腰にジンニャンじゃないけど、普段からこのポーチをつけていたら誰か話しかけてくれたりしてなんて思ってます。続いてタフラブのタオルバージョン。私はピンクのバージョンでした。刺繍がしっかりしていて本当に可愛いです。程よい厚みもあってもったいなくて使えそうにないです。5000円以上の購入特典で生写真をいただきました。写真はランダムで私はこちらでした。可愛いです。続いて事前購入したものはこちらのアクスタ。写真が過去一綺麗で可愛くて、大きさも程よくって、オタ活がますます楽しくなりそうです。そしてランダムフォトカード、ハットをかぶったおニュが来てくれました。ちょっとセクシーな表情です。メッセージはいつでも会いたいでした。タフラブのタオルバージョン。今回はグリーンが来てくれました。ランダムでしたが、奇跡的にグリーンとピンクが揃いました。このタオル、デザインもおしゃれで本当に可愛いですよね。やっぱりもう一枚買って家で使いたいなぁなんて思っています。そして狙っていたリフレクターは残念ながら購入できなかったんですが、お友達が購入したものを見せてもらいました。ぷくぷくした柔らかめな素材を想像していましたが、アクリルみたいな硬いタイプでした。しっかりした作りだし、透明感があって涼しげです。とっても可愛かったです。ということで、オニュのペンミタフラブ NHK ホールの参戦レポでした。東京でのペンミがこのタフラブの活動の締めくくりということで、その最後の日に立ち会えたことがとても嬉しかったです。ライブよりもカジュアルな空間で、神具のみんなもたくさん笑えたと思います。MC のユミさんとの掛け合いが本当に面白くて、特にユミさんのツッコミがもう最高でした。タフラブの活動を通してオニュのことがより一層好きになったし、神具たちとオニュとの関係もさらに深まったんじゃないかなと思っています。今後のソロ活動もとっても楽しみです。そして次に生オニュに会えるのはきっとシャイニーでのベルーナドーム。先日ベルーナ大攻略の動画を投稿しましたが、たくさんの方々に見ていただけて本当に嬉しいです。シャオルちゃんたちはもちろん、他のグループのペンちゃんたちにも役立ててほしいし、すでに経験者であるエルプさんなどの貴重なアドバイスもとても参考になっています。動画を見ていただいた方もコメント欄にたくさんアドバイスをいただいているので、ぜひそちらも参考にしていただけると嬉しいです。ということで、今回の動画は以上となります。最後までお付き合いくださりありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。